どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今回はエレメント、エンデューロ、ユートロン、トレイルトラックスポーツエディション SE ですね。そして進化した IFS2 を搭載した、こちらの FJ スタイルの製品紹介していこうと思います。僕にとってはね、初めての SE マシンですね。非常に楽しみです。ちなみにですが、こちらの製品は、アソシエイテッドエレクトロニックスの日本正規代理店であるチーム AJ さんよりご提供いただきました。今後ですね、チーム AJ さんといろいろですね、協力して、エレメント製品、もっとね、紹介していこうと思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということでね、早速、製品の方ね、開封しているんですが、マシンはこんな感じ。皆さんもね、見慣れているんじゃないでしょうか。FJ スタイルのね、ボディですよね。そして、付属のプロポはフライスカイ社製に変更されております。フライスカイのね、プロポ、エレメント製品、どんどんね、移行が始まっているような感じがします。そしてもちろんね、日本正規品ですので、技的シールもちゃんと貼ってあります。この辺、重要なポイントだと思います。付属のね、デカールはこんな感じ。いつものようにですね、エレメントのデカールはですね、カットされてないんですよね。自分でカッターで切る必要があります。一部ですね、大きなデカールとかはカットされています。そして説明書類ですね、あとカタログとか、そういうものも入っています。ワクワクしますよね、こういうの見るとね。そして説明書はですね、なんかカラーですね、4色印刷になってますね。以前のエレメントの説明書はね、確かね、表紙だけ4色で、他は1色だったような気がします。2色だったかな。あとはアクセサリー類が入ってますね。ボディをちょっと見ていくんですが、これヘッドライトちゃんとですね、クリアパーツになっています。結構この辺省略することが多かったエレメントのボディなんですが、ちゃんとですね、スケール感のあるライト埋め込み対応のですね、いい感じのボディ仕様になっています。塗装はですね、裏からこのシルバーね、塗装されているんですが、こちらの窓はデカールですね。やっぱりね、走っているとですね、あの辺取れちゃうんでね、いいと思います。その辺潔いんじゃないでしょうか。そしてね、こちらがユートロンが発売されたと同時にですね、アップデートされた IFS2 ですね、独立圏下のユニットですね。IFS2 ではですね、地上高がアップしてるんですね。初代の IFS だとこんな感じのね、パーツを使って地上高を稼ぐしかなかったんですが、ノーマルはこんな感じですね。低いです。でもこれ、ナイトランダーのね、パーツをつけるとこのぐらいになって、だいたいですね、同じですね、IFS2 の地上高と。42mm ぐらいかな。結構、あると思います。42mm って。ちなみにこのノーマルのエレメントエンデューロのストレートアクセルですと、実はこのプレペイントクリーナーの瓶横にしても入らないんですね。このデフカバーのところ当たっちゃうんですよね。こんな感じですね。これはですね、走らせてみて感じたんですが、かなり大きなアドバンテージですね。そしてボディなんですが、やっぱね、エレメントのボディってぶっちゃけそこまでね、めちゃくちゃかっこいいボディってないんですよ。でも、競技車両的な意味で言うと、これが大きな、やっぱりですね、さっきも言いましたが、アドバンテージになっています。それは走らせて非常によく感じました。続いてシャーシの方を見ていきたいんですが、こんな感じになっています。ノーマルのエレメントエンデューロとは若干違うところがあります。こちらは SE、スポーツエディションのですのでね、フロントのね、部分は一緒ですね、大体。バッテリートレイが後ろになってるんですよ。普通はね、ここ、前方にですね、横向きに配置されているんですが、後ろにですね、初めから配置されています。これはね、モーターがついているので、もう置けないんですよね、フロント。そして、サイドにね、メカと、受信機ボックス。これは一緒ですね。メカはリーディ製です。モーターもリーディ製ですね。5スロットの 16T の540サイズが入っています。5スロットいいですよね、やっぱね。ギボシ端子が僕はちょっと気になるんですが、そしてね、最大はやっぱここですね。トランスミッション。これが全く違うものになっています。普通のエンデューロはステルス X トランスミッションですが、こちら SE はステルス XF トランスミッションということでですね、非常にシンプルなギアになっていて、しかも非常に低重心です。
そしてサスペンションはですね、プラスチックケースですね。のハーフスプリングタイプです。これね、見た感じすげえ安っぽいんですが、このハーフスプリングがまためちゃくちゃ効いてる気が僕はしました。リンクもですね、後ろだけなんですが、プラスチックですね、樹脂製ですね。フロントは独立鍵化 IFS のね、リンクはありません。こんな感じのね、アンダーカバーがついていてかっこいいと思います。リアのアクスルは、これ、ケースは、ホーシング自体はですね、これ、普通のエンデューロと一緒ですが、このデフカバーか。これはちょっと安いものになってますね。やっぱ価格がね、SE は安くなっておりますので、その辺ね、いろいろとですね、コストカットが行われています。IFS2 の動きはこんな感じですね。足上げ性能がね、極めて高いとかそういうことはないんですが、走らせてびっくり、めちゃくちゃよく走りました。そしてタイヤなんですが、これね、いいタイヤかもしれないです。非常に柔らかいですね。ゴム質ですね、コンパウンド。他のエレメントエンデューロのタイヤによくついてくるね、この100ミリぐらいのサイズのタイヤって、ジェネラルグラバーか。あれ意外と硬いんですよね。でもこれ、プレデターコンバウンド並みに柔らかいですね。ちなみにこれトレンチャーの120ミリなんですが、このサイズの違いです。ユートロンはね、多分120ミリ履くとね、ボディ干渉とかしちゃって無理かな。そんな気はします。そしてこちらがですね、エレメントエンデューロのステルス X トランスミッション。僕大好きでですね、何個も持っていて、LCG マシンとかにもね、使っているんですけれども、結構ごついんですよね。そして重い。優秀なんだけど、やっぱりですね、その辺のデメリットはあるわけですね。ただし、SE のですね、ステルス XF トランスミッションはですね、こんな感じですげえコンパクトで、なんとですね、これ、スキットプレートの中にギアが入ってるんですね。ただし、オーバードライブギアは入ってないので、前後、オーバードライブはありません。別売りでね、ギアを買って、組み込めばですね、こういうふうにですね、5.7%、あと11.6、11.83%かのオーバードライブを、実現することはできます。ただ、オーバードライブなくてもね、クソ走ったんで、ほんとびっくりしました、この間。高さで言うとこんな感じですね。これステルス XF トランスミッションなんですが、カバーとか全部つけてこの状態。バッテリーより、高い位置。バッテリーの方が低いですよね。バッテリーフロントに置けばもっとね、いいと思うんですが、こんな感じ。ちなみにですがね、これ LCG のスキットとかと、おそらくね、これネジの感覚一緒だと思うんで、ステルス XF のね、ミッション流用できたらね、LCG マシンとかにもいいんじゃないかなと思います。モーターはフロントなんですよね。こんな感じね。だからこのモーターの重さ分もね、多少こう前寄りになってて、その辺もいいのかもしれないですね。シャーシフレックスはですね、硬くもなく柔らかすぎることもなくですね、程よい感じですね。ハードプラスチックパーツとかは使われてないですね。そして、いろいろですね、デカール処理しました。なんとなくやってみただけなんですが、いい感じになったんじゃないでしょうか。このベッドの部分もね、こんな感じでちゃんと、下がってるでしょ。これ省略されてね、フラットになってるボディとか結構あるんですけど、重要だと思います。そうそう、あと一つね、すげえなと思ったのが、これ、ESC の隣にこの謎のなんかコネクター挿すとこあるの分かりますか？これ僕初めて見ました。今まで持っていたエレメントエンデューロの、製品にはこういうのはついてないんですが、どうやらですね、サーボを挿すコネクターですね。サーボのコネクタ、LED のね、コントローラー挿すとちゃんとね、光りましたね。ということでですね、電源ユニット、電源確保するためのコネクターが2つついてるってことですね。リーディのね、この ESC、もともとですね、サーボコネクタがね、ぴょんぴょんって出てたりするんですよ。以前のね、モデルだと。これがちゃんとね、ああいう専用マウントに使われてですね、組み込まれてるっていうのは、なかなか大きなポイントなんじゃないでしょうか。結構感動しましたね、これはね。LED とかウィンチとかね、その辺使うのにいいんじゃないでしょうか。そして途半検証なんですが、やってみました。50度からやってますね。もう全然余裕ですね。ちなみにこれ、もちろんフルノーマルです。
ドラッグブレーキもいい感じで効きますね。リーディの ESC いいんですよね。そして52度。この辺もね、全く余裕でいくだろうということでやっております。バッテリーはリア側のノーマル配置ですね。そして56度。普通のですね、RTR になるとですね、この辺からちょっと難しくなってくること多いと思います。ちょっとトルクツイスト出てますが、いい感じで登ってると思いませんか？これね、タイヤのグリップもいいんですよね。これトハンくん2、これ IKEA のね、なんか滑り止めマットを敷いてやってるんですが、タイヤによってはね、滑ってね、全然登らないこともあるんですが、こけちゃいましたね。58度。こけちゃいました。ちょっとスロットルワークのね、難しさが出てきたところかな。やっぱりちょっといかなそうな感じですよね。ってことでですね、バッテリーをフロント側に配置してみました。これ2200のね、ちょっと大きなやつなんですが、もうちょっとちっちゃいやつでもね、フロント側に配置すれば効果は出ると思います。ボディ付きで、フロントバッテリー。いきましたね。バッテリーの位置って重要ですよね、やっぱね。58度。意外と危なげなくいきますね。これね、タイヤがね、やっぱ120じゃなくて100ぐらいっていうのも、低重心に大きく貢献してると思います。59度どうでしょう？59度だとね、アキシャルのね、RTR とかでもね、ほぼほぼいかないですよね。SCX-103 とかはね。トラックサス TRX4 もね、やっぱボディ重いんで、ああいうの。いかないんですが、ギリギリいきそうな感じしますが、ちょっとやっぱ厳しいかな。59度、フロントバッテリーでも。これタイヤにウエイト、フロント一巻きするだけでですね、全然いけると思います。60度は超えると思います。ということで、ボディ外しました。ボディ外してフロントバッテリー。もう全然余裕ですね。いい感じじゃないでしょうか。リアのね、サスペンションの踏ん張りが意外といいんですよね。そして62度挑戦してみました。フロントバッテリーでね。ボディなし。どうでしょう？登ってますね。もちろんシャーシだけの検証なんてね、意味ねえよっていう話もあるんですが、単純にね、性能を見極めるという意味では、ちょっと今危なかったね。シャーシだけの検証ってやっぱしたいですよね。もう一回62度挑戦してます。この辺のですね、走りを見ていてね、これかなりポテンシャル高いなと思ったんですよ。で、この後ですね、ミッキーロックに行ってですね、こっちのボディ付きで、フルノーマルの状態で、リアバッテリーで検証したんですが、ミッキーロックのね、割と難所である部分をですね、この子はですね、見事にですね、たやすくクリアしてくれることに衝撃を覚えました。それはですね、次回の動画でお届けしようと思います。安定してますよね。これ 120mm タイヤにしたらどうなんだろうなっていうのはちょっと気になるところですが、やっぱりね、ステレス XF かなり効いてると思います。ちなみに63度。これ無理かなと思うので、やってみたんですが、やっぱ無理だね。これはもうウエイトカスタムとかしていかないとちょっと無理かなっていう段階になりますね。ということでですね、次回はですね、走行レビューということで、ミッキーロックでのね、検証シーンをお届けしながら喋っていこうと思います。この場所ね、知ってますよね、皆さんね。行ったことある方は知ってると思いますが、見事にフルノーマルで登っちゃうと。結構びっくりしましたね。それでは、ユートロンチェックしてみてください。